はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。突然ですが皆さん、今年4月にリリースされたゲームエンジンアンリアルエンジン5をご存知でしょうか。そもそもアンリアルエンジン5って何なのっていう方も多いかと思います。私もその一人です。正直詳しいことは知らんけど、このアンリアルエンジン5というソフトウェアを使って開発されたゲームはグラフィックの品質が現実レベル、綺麗さで言うと現実を超えるくらい綺麗ということです。私はそれぐらいしか知りません。イメージが湧かないと思うので、実際にアンリアルエンジン5で作られたグラフィック映像を見てみましょう。もはや現実と見分けがつかないくらいの映像ですよね。そこで今回は Steam ストアで見つけたアンリアルエンジン5を使って開発が進められている超グラフィックのゲームをピックアップしました。まだリリースされて半年も経っていないゲームエンジンで、実際に本格的なゲームとしてリリースされるのは来年以降となりますので、ウィッシュリストの参考にしていただけたらと思います。現在 Steam ストアでアンリアルエンジン5によって作成された技術デモを兼ねた短編作品ザ・マーケット・オブ・ライトも無料で試すことができるので、アンリアルエンジン5を体験してみたい方はチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにアナウェイク。天国と地獄の戦争に参戦する一人称視点のアクションアドベンチャー。天界と地獄が永遠の戦いを繰り広げている地下に広がる古代都市を舞台に、プレイヤーは天国と地獄の勢力争いに巻き込まれ、人類の運命を決める戦いに挑む物語。アクションは剣や弓や斧を駆使するスピーディーかつ迫力のある戦闘が繰り広げられます。ストーリー内容は分かりませんが、レベル成長システムや20以上のスキル、エレメンタル効果、バフによる武器のカスタマイズといった要素があるみたいです。天国と地獄との戦争を生き延び、何千年にもわたる壮大なストーリーを紐解いてみてください。アナウェイクは2023年リリース日本語未対応予定の作品です。アフターマース。崩壊した世界でエイリアンと戦うオープンワールド SF スリラー。主人公は優秀なエンジニアであり宇宙飛行士のチャーリー・グレイ。大勢の人々の期待を受け宇宙飛行へと旅立ったが、地球への再突入時に起きた出来事によってトラウマを抱えてしまいます。なぜかは今のところ分かりませんが、謎のエイリアンが蔓延する世界になってしまった地球で、自分の娘を探すという目的をメインに人間ドラマをテーマにした物語が展開していくようです。また食事による体調管理やスタミナといった要素、周囲の環境にある日用品はエイリアンと戦う貴重なツールとなると記載があるので、クラフトなんかもありそうな感じです。アフターマースは発売未定日本語対応予定の作品です。レイヤーズ・オブ・フィアーズ。画家の精神世界を不気味に描く一人称視点のサイコホラー。2016年に発売された1作目、レイヤーズ・オブ・フィアーとタイトルは似ていますが、最新作は最後の文字に S がつく複数形となっています。これが意味するところは今のところ不明です。プレイヤーは理性と正気を失うほどの創作に取り憑かれた芸術家として、背筋の凍るような狂気を体験していくことになります。過去作に基づいた没入感のある物語に、驚くようなストーリー展開とさらなる恐怖を味わうことができます。レイヤーズ・オブ・フィアーズは2023年初旬リリース日本語対応予定の作品です。ヘル・イズ・アース。ミステリアスな世界で未知の生物と戦うアクションアドベンチャー。
ダークファンタジーと SF が融合したかのような印象を受ける本作は、国を二分した内戦を行っている現代社会と、キメラと呼ばれる異形のクリーチャーが出現した SF 的要素が織り交ざったミステリアスな世界が舞台。プレイヤーは謎のドローンとともに、現代兵器では倒せないキメラたちを別世界で作られた剣や槍、斧でなぎ倒し、この世界の謎に迫っていく物語。本作の特徴は超グラフィックだけではなく、マップなし、コンパスなし、クエストマーカーなしというなかなかに硬派なゲームシステム。未知でミステリアスな世界を手探りで探していくというかなり興味深い作品です。ヘルイズ・アスは2023年リリース、日本語対応予定の作品です。ドリームハウス・ザ・ゲーム。夢の家を建てる建築シミュレーター。本作は設計、施工、設備、インテリア、建物建築に関する全ての仕事を手掛けて建物を完成させていくシミュレーターです。プレイヤーは新米エンジニアとなって荒廃した家屋の改修、未開発の土地の整地工事、森の中の小さな小屋の建設など様々な工事を手掛けて会社をゼロから大きく成長させ、ゆくゆくは夢のマイホームを目指します。ゲームは本格的で、土木の基礎工事から躯体工事、給排水工事、電気工事、設備工事、エクステリアにインテリアといった建物を完成させるために必要なプロセスを体験することができます。ドリームハウス・ザ・ゲームは発売未定、日本語対応予定の作品です。インスティンクション。恐竜をテーマにしたサバイバルホラー。ダイナミックに変化する天候や戦死時代に存在した25種類以上の恐竜が闊歩する未開の土地を探検する冒険家エイプリル・サマーズとなって、洞窟、海底、古代遺跡など様々なロケーションを巡りながら謎やギミックを解き明かし、過去の文明が残した古代遺物を探し出す物語。詳しいゲーム内容は分かりませんが、シングルプレイに加え最大3人での協力プレイに対応しており、一人称視点と三人称視点の切り替えも可能ということです。インスティクションは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。ビジランサー2099。サイバーパンクの街で賞金稼ぎオープンワールド。近未来なサイバーパンクな街プレイシティを舞台に、賞金稼ぎとなって賞金首を捕まえたり、巨大企業と取引したりと犯罪がはびこる街の底辺から頂点へと上り詰める物語。一人称視点と三人称視点の切り替え可能な本作は、空飛ぶ車を走らせ自由自在に空を飛び回ることができ、ラジオを聴きながらネオンきらめく巨大都市や美しい高層ビルを駆け抜けるドライブは、アンリアルエンジン5を存分に堪能できるものになっています。ゲームは賞金首を探してエリアをスキャニングし、手がかりとなる情報をもとに賞金首を追い詰めていく。賞金首との戦闘では自身の腕力を生かした格闘戦闘の他に、セキュリティドロイドをハッキングして攻撃させたりと戦闘手段も様々。また手に入れた賞金を使って自身のサイバネティックや武器をアップグレードするといった要素もあるようです。ビジランサー2099は発売日は未定、日本語未対応予定の作品です。ザ・ロード・オブ・ザ・フォールーン。2つの平行世界を旅するダークファンタジーアクション。邪神アディールの復活が迫りつつある中、プレイヤーは伝説のダーククルセイダーとなって残酷な試練をもたらす聖者の世界と未知の恐怖が潜む悪夢のような死者の世界、互いに影響し合う広大な2つの世界を冒険していくことになります。キャラクターは9つのクラスから選択でき、キャラクターのカスタマイズも可能。どのクラスを選択してもステータス、武器、防具、呪文をアップグレードして自分のプレイスタイルに合ったキャラクターを育てることができます。またマルチプレイにも対応しており、2人目のプレイヤーを召喚することも可能。ザ・ロード・オブ・ザ・フォールーンは2023年リリース予定、日本語対応予定の作品です。レッドフォール。吸血鬼と戦うコープシューター。マサチューセッツ州の島にあるレッドフォールという町を舞台に、プレイヤーは4人のヒーローから1人を選択し、ソロもしくは最大4人のプレイヤーでチームを組んで吸血鬼の軍勢に立ち向かっていきます。
オープンワールドで繰り広げられるストーリーキャンペーンでは、吸血鬼が出現した背景にある謎へ迫る物語が描かれていきます。それぞれ特徴的なアビリティを備えたキャラクターたちは、豊富に用意された武器やアップグレードを選ぶことで、銃器で派手に戦うことや息を潜めて隠れて戦うことなど、自分のプレイスタイルに合わせてカスタマイズが可能。吸血鬼の軍勢に立ち向かい、レッドホールに散りばめられた謎に迫るコープシューター。レッドホールは2023年リリース予定、日本語対応予定の作品です。ザ・ファースト・ディセンデンド。基本無料で遊べる予定のマルチプレイ TPS シューター。プレイヤーは未知の力を受け継いだ継承者となって、イングリス大陸を侵略者から守る任務を任されます。この防衛任務を繰り返すうちに、プレイヤーは継承者という存在に隠された真相に近づいていくことになります。キャラクターは最大3つの銃器と4つの補助武器、様々な補助攻撃手段を装備でき、グラップリングフックを用いた自由な移動と連携アクションを駆使して、未知の侵略者や巨大なボスとの戦闘を繰り広げていきます。10月20日から26日までベータテストが行われるようで、Steam ストアのアクセスをリクエストから参加可能となっております。ザ・ファースト・ディセンデントは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。デレリクト。未知なる地球を舞台にサバイバル生活。防衛メカニズムによって引き起こされた放射線の影響により、宇宙ステーションでの生活を余儀なくされた人類。そうした中、プレイヤーはスペースシャトルのトラブルにより地球に墜落。人類がいなくなってしまった未知なる地球を舞台に、ゼロからサバイバル生活を開始することになる物語。放射線によって荒廃した地球上には、突然変異を起こした生物が多数生息しており、そういった外敵から身を守るため、資源を見つけて頑丈な拠点を築いていく必要があります。水車や風力タービン、ソーラーパネルなどを用いてハイテク技術を利用した拠点建築が可能。様々な設備を使った自動化などの要素もあるようです。また、未知なる地球を探索することで新しいクラフトレシピを発見できたり、この地球が放射線に汚染される原因となった防衛メカニズムについての謎も明らかになっていくみたいです。デレリクトは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。ルーテッド。終末世界を舞台にしたオープンワールドサバイバル。舞台は2100年あたりの遠い未来。世界的な細菌兵器を用いた戦争によって文明は崩壊。数少ない生存者となったプレイヤーは、広大なオープンワールドで構成された森や町やダウンタウンといったロケーションで物資を調達し、拠点となるキャンプへ持ち帰り、クラフトや建築などを行い、より良い生活を目指していきます。本作の特徴となるのがサルベージ。機械、電子部品、衣類など過去の文明からアイテムを回収し、分解することで多くを学び、そのアイテムを再構築したり、さらにはアップグレード方法を習得していくといったシステム。また、本作はマルチプレイにも対応しており、設計図を使い自分が習得したクラフトレシピを仲間と共有することも可能みたいです。従来のサバイバルゲームと似た感じですが、文明の崩壊に至る原因がゾンビウイルスや核兵器といったわけではなく、細菌兵器というのが珍しく、個人的にはかなり興味深い作品です。ルーテッドは発売日は未定、日本語未対応予定の作品です。アーク2。前作アークの世界を再構築した次世代恐竜サバイバル。凶悪な恐竜や獰猛な生き物が闊歩する未来の惑星で目を覚ましたプレイヤーは、常に脅威に立ち向かい、この過酷な世界でサバイバル生活に挑むことになります。ゲームはサンティアゴとその娘ミーカとの家族間での絆を描いた物語がメインストーリーとして存在しているものの、物語を追いかけずに別のプレイをしたりと自由に楽しむこともできるようです。続編となる本作は三人称視点のみのシステムとなり、経験値の他にスキルポイントを導入し、アクティブとパッシブの両方がある大規模なスキルツリーが実装。敵対勢力アラタイが生物に騎乗して襲いかかってきたり、移動や攻撃アクションの大幅な進化、武器や道具のカスタマイズ要素、ワールドイベントの発生など、数多くの新機能や新要素が盛り込まれる予定です。前作の大ヒットもあり、来年の期待作として要チェックな作品。
アーク2は2023年リリース予定、日本組対応予定の作品です。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリ。チェルノブイリ原発を舞台にしたオープンワールドサバイバル FPS。本作の開発もアナウンスから10年近く経ちますが、先月8月に開発元からアンリアルエンジン5での開発を行っているとアナウンスがありました。紆余曲折を経て2020年12月ついに発売かと思われましたが、ロシアによる軍事侵攻によって開発は一時停止、さらなる延期となりましたが、無事に開発を続けられる状態になったみたいです。ゲームはチェルノブイリ原発事故で周辺に発生したゾーンと呼ばれる危険地帯を舞台にした一人称視点のオープンワールドサバイバル。ゾーンの内部では突然変異したミュータントやアノーマリーと呼ばれる超常現象が発生し、絶えず派閥の抗争が起きている危険地帯。プレイヤーは一攫千金を求め危険地帯ゾーンに存在する計り知れない価値を持ったアーティファクトを狙うストーカーとなってゾーンの奥深くへと進み、この世界にまつわる謎を解き明かしていくといった物語。多種多様な敵との戦闘や昼夜のサイクル、天候の変化、空腹、睡眠、放射能汚染などサバイバル要素が盛り込まれており、様々な分岐で描くストーリーはマルチエンディングで複数に存在するとのことです。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリは2023年12月リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・デイ・ビフォーオープンワールドゾンビサバイバル。もともとは6月に発売予定ですでに遊べていたかもしれない本作は、ゲームをアンリアルエンジン5に移行し、さらなるグラフィックの向上を目指し、2023年3月に延期したとのことです。パンデミック後のアメリカを舞台に、ゾンビとなった感染者や物資を奪おうとする敵対生存者と戦いながら、ゾンビアポカリプスな世界を生き抜いていく MMO サバイバル。季節は冬が設定されており、主人公は生き残るため廃墟と化した高層ビルや住宅、廃棄された車両などを調べ、物資を調達し、空腹度、喉の渇き、体温などステータス管理を行う必要があります。マップは都市部以外にまで広がり、車両に乗り広大で危険に満ちたオープンワールドを探索することができ、生存者が住むコロニーでの物資の売買や他のプレイヤーと交流することもできるみたいです。ザ・デイ・ビフォーは2023年3月1日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、今回は Steam ストアで見つけたアンリアルエンジン5を使って開発が進められている超グラフィックのゲームをピックアップしました。次世代グラフィックで映し出される超画質でのゲームを楽しみたい方も多いのではないでしょうか。ここまで散々紹介してきましたが、正直私自身は映像にこだわりはありません。面白ければ OK です。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。